皆さんこんにちは、よそうです。今回は新たに実装された炎属性のデバフキャラクターホーラーの性能を解説していきたいと思います。もしこの動画が良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ホーラーは敵全体へのデバフと単体へのデバフ2種類のデバフを使い分けることができる汎用性の高いサポーターです。スキル1では敵全体に火炎属性ダメージを与えながら自身の効果命中に応じて敵の防御力を下げます。さらに追加で敵が受ける火炎属性ダメージをアップ、そしてさらに敵に燃焼状態を付与し自身は熱烈歓迎という状態を獲得します。ここで獲得した熱烈歓迎を持った状態でスキル3を使うとスキル3は全体攻撃になります。熱烈歓迎を持ったスキル3は敵全体に火炎属性ダメージを与え自身の効果命中に応じて相手が受けるダメージをアップ、さらに相手が受ける火炎属性ダメージもアップさせます。そしてスキル2では敵単体に火炎属性ダメージを与えながら敵の防御力を大幅にダウン、そしてホーラーは逃がさないという状態に入ります。この状態でスキル3を使うとスキル3は敵への単体攻撃になり敵単体が受けるダメージと追加攻撃のダメージをアップさせます。このように敵の編成に応じてスキル1、スキル3の全体デバフとスキル2、スキル3の単体デバフを使い分けることができるのがホーラーの特徴です。ホーラーのハイライトは敵全体に火炎属性大ダメージを与え、さらに味方の火炎攻撃か追加攻撃の余ダメージを2回までアップさせてくれます。火炎パ、追加攻撃パで使っている際は優先して使ってあげましょう。ホーラーのスキル一覧がこちらになっています。スキル3はスキル1かスキル2のポイントを獲得した状態でないと使うことはできません。さらにスキル3には敵の治癒量を 50% ダウンさせる効果、そしてさらに防御力を 18% ダウンさせる効果がついています。パッシブスキルとしては戦闘中自身が持つ効果命中の 60% 分攻撃力をアップする効果、さらにデバフを与えた時自身の攻撃力が 33% アップ、味方が火炎属性ダメージか追加攻撃ダメージを与える時もその味方の攻撃力を 33% アップさせる効果もついています。火炎アタッカー、追加攻撃アタッカーを中心に高いサポート能力を発揮するホーラーですが、シンプルな防御力ダウン、被ダメージアップの効果量もかなり高く高い汎用性を持つデバフキャラクターです。ホーラーの武器効果一覧はこちら。星5武器は効果命中を上げつつホーラーの防御力デバフの量をさらにアップさせてくれます。星4武器もホーラーに重要な効果命中をアップさせてくれるので悪くはないですね。ホーラーのおすすめゲージカードセットはこちらです。バージョン 3.0 で追加された自由と挫折の組み合わせが相性抜群です。ホーラーのデバフ量はホーラーの効果命中に依存します。効果命中が170あるとスキルレベル10でマックスのデバフ量を発揮できるため効果命中を最優先で上げてあげましょう。効果命中が足りていればアタッカーより早く行動するための速度、そしてダメージもそこそこ出せるキャラクターなのでダメージボーナスや攻撃力を中心に上げてあげるといいと思います。おすすめメインステータスは月がダメージボーナスと攻撃力、星が効果命中、竜が攻撃力となっていますが、とにかくサブステータスの効果命中を優先してあげてあげましょう。ホーラーの凸効果一覧がこちら。ホーラーのデバフ能力を大きく上げる優秀な効果が揃っています。1つ目ではホーラーがスキル3で与える火炎属性ダメージアップと追加攻撃ダメージアップの効果量を大きく上げてくれます。2つ目ではホーラーのデバフを持つ敵が受けるクリティカルダメージがなんと 36% アップ、治癒量も 20% ダウンします。4つ目ではハイライトで獲得する味方へのダメージアップの回数を2回から4回に、そして6つ目では戦闘開始時熱烈歓迎と逃がさないスキル1とスキル2で獲得する状態を同時に獲得しホーラーの与える全デバフが1ターン延長3ターンになります。そして熱烈歓迎と逃がさないを同時に持つときスキル3がさらに強化され今まで与えていた2種類のデバフが同時に発動し追加で火炎属性ダメージ、追加攻撃ダメージがさらにアップします。ホーラーは敵が複数体いる場合はスキル1とスキル3、敵が単体の場合はスキル2とスキル3を使い分けるキャラクターだと説明しましたが、貫突している場合はスキル1、スキル2、スキル3と打っていくだけで敵に3重の防御力デバフと被ダメージデバフを与えることができる大変優秀なキャラクターになりますね。それではホーラーのおすすめパーティー編成を紹介していきます。ホーラーは敵に与えるデバフの量がかなり高く今まで活躍していたデバフキャラクターリン、キーのほぼ上位互換となるようなキャラクターです。さすがに元素以上複数与えられる美濃はクイーンパにとっては変え難い存在ですが、他のパーティーで美濃を使っていた場合はホーラーの方が高い性能を発揮します。
各々の育成状況にもよりますが、ジョーカーのジュオンパやパンサーの火炎パなどではホーラーを採用してあげた方が高い戦闘能力を発揮するでしょう。さらに追加攻撃パーティー V の電撃パやモンドの疾風パでもサブアタッカーとして採用されていたクローザーやフルーレの代わりにホーラーを編成してあげた方がダメージが高くなります。もちろんヒーラーの枠をホーラーに変えてクローザーやフルーレと同時に採用するという手もあるので、敵の攻撃の苛烈さに合わせてパーティーを使い分けてあげるといいと思います。困ったら編成しておいて間違いないサポーター、それがホーラーです。それではホーラーの強み弱みについて見ていきましょう。ホーラーの強みはその高いデバフ能力です。単体デバフ、全体デバフと2つの役割を同時にこなし、他のデバフキャラクターよりも高いデバフ性能を発揮します。さらにホーラー自身もそこそこダメージが出るんですよね。ダメージ源として非常に強力な燃焼デバフに加え、素のスキルのダメージもデバフ役としてはかなり高い部類になります。ホーラーのデメリットですが、火力、デバフともに重要な効果命中を上げるのが大変な点ですね。バージョン 3.0 で追加された刑事カードということもあり、装備を集めるのが少し大変です。ですがその厳選に見合った能力を発揮してくれるキャラクターになるでしょう。ここまでご視聴いただきありがとうございました。相変わらず P5X は工場キャラクターが強いゲームですね。ホーラーはその汎用性もさることながら凸効果もかなり強いので、工場キャラクターとして凸効果を進めやすいのもありがたい点です。ですがペルソナ5ロイヤルコラボ、旧正月、バレンタインと大きなイベントも控えているので、自身のガチャ石と相談してホーラーを引くか選択してみてください。とても可愛らしく強力なキャラクターなので引いても損はないと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルではこれからも P5X の攻略情報をどんどん発信していくので、もしこの動画が良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画配信でお会いしましょう。さようなら。